こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 0.28 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 0.31 億ドルに対して、ブラックロックの IBIT がプラス 0.24 億ドル、フィデリティの HBTC がプラス 0.17 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.11 億ドルと、他がビビたる流入となっています。全体では12日連続の純流入となってますが、全体的に流入がしぼんできてますね。一方、香港の ETF はビットコインが全体で約マイナス 20BTC、マイナス136万ドル相当、イーサープラス420イーサー、プラス160万ドル相当と、イーサー ETF の方がプラスとなっています。ただ規模としてはまだまだ小さいので、市場が影響されるほどにはなってないですね。あとビットコイン関連では短期調整フェーズが終わったのではないかというグラスロードのレポートが話題になっています。長期保有者の動きを見るとですね、ここ1週間の売り圧がかなり弱まっていて、また現物を買い集めている動きが見られると。でまたマイナーの売り圧と ETF の開発を比較してもですね、マイナーの1日あたりの売り圧が平均3200万ドルに対して ETF の純流入は毎日数億ドル規模になってるんで、ここでも開発が上回っていって反発が期待できるとしています。ただこれはあくまでここ1週間の話なので、またここからこの流れが続くのかは不明ですけども、このプラスファンドとして捉えられるのかなと思いますね。あとは昨日からコンセンサス2024が開催されてまして、各著名人の発言が話題になってますけども、中でもニューヨーク証券取引所 NYSE の社長リン・マーティン氏が仮想通貨取引の検討を示唆するような発言をしたことが話題になっています。マーティン氏はですね、もし米国で明確な規制ガイドラインがあれば、仮想通貨取引を検討するだろうと、ビットコインの現物 ETF の動きは仮想通貨商品に対する需要があることを示すものであると語っています。またこのタイミングで NYSE は、コインデスクのビットコインプラスインデックス XBX と連動させた現金決済の失踪オプションの提供計画を発表しています。NYSE の参入でまた取引が加速するのか注目ですね。あとは最近ですね、ジェネシスとジェミニアンの債権者分配が現物で支払われるというのが話題になりましたけども、そのジェミニがその債権者分配の正式発表をしています。本日アンユーザーは21億8000万ドル相当のデジタル資産を現物で受け取りましたと。これらの初期分配は次のようになります。デジタル資産の 97% はアンユーザーに支払われると。ジェネシスが引き出しを停止した時より10億ドルほど多いと。また 232% の回復をしたと。2月当初の金額よりも多いということをアピールしてますけれども、単純に現物の値上がりによるものが大きいと思います。昨日マントゴックスの債権者分配絡みで、オンチェーン上での多額のビットコインの送金が話題になってましたけども、こちらも売り圧ファンドとして警戒されるようになってそうですね。ビットコインの価格は現在6万8000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、オーストラリアの消費者物価指数 CPI が予想の 3.3% に対して経過が 3.6% となってまして、5ドル高につながっています。また米リッチモンド連銀製造業指数では予想のマイナス7に対して結果0となってまして、こちらは6ヶ月ぶりのマイナス回避となっています。米ドル高、米金利上昇につながっています。また今朝発表されたベージブックでは、小売支出が横ばいから微増となり、裁量支出の減少に加え、消費者が一段と価格に敏感になっていると、物価は緩慢なペースで上昇し、さらなる物価上昇が消費に影響を及ぼしているという文言がありまして、またインフレが懸念されているような表現がされていることから、こちらも金利上昇要因と捉えられています。米国債金利が 4.62 を推移しておりまして、ナスダックが 18,730、S&P500 が 5,247、ダウ平均が 38,440、金ゴールドが 2,336 ドル、日経平均が 38,000、ドル円が 157.5 円となっております。個別株の方では、昨日ライオットプラットフォームズから買収されるという報道が出たビットファームズが、その買収提案を拒否したようです。ビットファームズはですね、
ライオットが慣習的な守秘義務と勧誘禁止の保護の要請に応じなかったと主張と、同社とその成長見通しを著しく過小評価していると判断したと声明を出しています。ただ今回ライオットはビットファームズの株式を 9.25% を購入しています。昨日上がっていたビットファームズの株価も落ち着いていますが、こちらも最終どうなるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では OI が全体でマイナス 0.8%、額として340億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.4%、バイナスミはロングが 66.7% と全体では拮抗しています。今後の指標としては本日5月30日に南アフリカ中銀政策金利、アメリカ、スウェーデンの実質 GDP、ユーロの景況感、雇用統計、5月31日に日本の雇用統計、中国の PMI、ユーロの消費者物価指数、米 PCE、6月3日に米 PMI、ISM 製造業景気指数などが控えております。市場全体で見ると、また金利上昇から各指数が調整に入っている状態。仮想通貨市場単体で見ると、NYSE の参入など明るい話題もありますけども、マントゴックスやジェミニー関連の売り圧が再度警戒されている状態。で、また市場全体の調整に引っ張られて、下向きになっている展開なのかなと思います。チャートだけ見ると、68000の攻防で未だ耐えてまして、各指数、金ゴールドが落ちる中ですね、強く耐えてる方なんじゃないかなと、個人的には思いますね。上は68000を抜けて、再度7万ドルの攻防に迎えるかどうか、下は66000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。ブラックロックがスポットイーサ ETF の S1 フォームを修正して提出しています。90B4 フォーム承認からですね、この S1 がまだ承認されてないんで、スポットイーサ ETF がまだ取引開始されるかわからないという議論がありましたけども、ブラックロックが動いたとなると、90B4 フォームの時同様ですね、S1 も承認される可能性はかなり高いんじゃないかと思われます。いつ取引開始されるかというのは未だ分かりませんけども、かなり前進したと見ていいと思いますね。イーサの価格は現在3780ドル、BTC 建ては 0.0557 と、昨日からは下がっています。デリバティブ市場の方では CME のイーサオプションの月間取引量が 12.6 億ドルに達してまして、過去最高に到達したのが話題になっています。他のデリビットなども過去最高更新してるんですけども、CME という看板が大きいせいか、今回 CME の過去最高更新が大きく報じられてますね。先物の方で OI が全体でマイナス 2.0%、額として161億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.4%、バイナスミはロングが 69.7% と、全体では下寄りになっています。ブラックロックが修正した S1 を申請ということで明るい話題が出てますけども、一部では織り込み済みという見解も出てまして、ここから調整フェーズに入るという見方もあるようですね。先物も下寄りになってますね。これまでの流れからですね、取引開始までが強いという見方が濃厚だったんで、取引が始まるとなると、一旦調整もあるかもしれないですね。ドル建てチャートだけ見たら3800の攻防を下抜けしたように見えますが、短期下であれば3600あたりで耐えられるかどうか、上は再度3800を抜けて4000の攻防に迎えるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。米財務省の各所での声明が話題になってますね。まず米財務省の金融担当次官ネルソン氏がコンセンサス2024でトルネードキャッシュなどのミキシングサービスについて言及したのが話題になっています。ネルソン氏はですね、フィンセンで定められた取引の報告義務はミキサーの禁止ではありませんと、これは透明性を高めるために設計された提案規則です。私たちの観点からすると、難読化とプライバシーをサポートする匿名性強化サービスには違いがあると考えていますと、もちろんパブリックブロックチェーンの文脈では、ある程度のプライバシーが望まれることは十分認識していますと。その精神で私たちは業界と緊密に協力し、プライバシーを強化できるツールを特定し、協力していきたいと考えていますと語っています。あくまでルールであって、ミキサープロトコルを禁止にしているわけではないと。また私たちはプライバシーの重要性は十分認識していると主張しています。最近マネロンプロトコルというかですね、開発者の有罪判決などでミキサーイコール悪みたいなイメージがついてしまってますけども、そうではなくてですね、要は使い方ですよという話ですかね。でも最近の判例とか見るとですね、犯罪集団に悪用された結果、開発者がマネロンの手助けをしたイコール有罪みたいな判決になってますからね。作った時点で有罪判決される流れは変わってないですよね。この米財務省の言及からトルネードキャッシュのトークンも少し上がるかと思ったんですけども、現在無風となってます。ミキサープロトコルは今後生き残れるんでしょうかね。あとは同じく米財務省が NFT に関する調査で詐欺や犯罪に利用される可能性が非常に高いと指摘したことが話題になっています。米財務省はですね、違法行為者は NFT を利用して犯罪による収益を洗浄することができ、多くの場合、犯罪収益の違法な出所を不明瞭にする他の方法と組み合わせていると
NFT プラットフォームにはマネーロンダリングや制裁回避に対抗するために適切な管理が欠けていると報告書に記載しています。米財務省による初の NFT 調査ということで注目を集めてますね。やっぱり NFT イコールマネロンというイメージが強いんですかね。未だにパンクスもありえない金額で取引されてますから、疑われても仕方ないのかなと思います。現在 NFT 市場は特に下落しているようには見えませんが、こちらも今後影響してくるのか注目ですね。あとは決済関連、ステーブルの話題が多く出てます。マスターカードがマスターカードクリプトクレデンシャルと呼ばれるピアツーピアプラットフォームの立ち上げを発表と、ヨーロッパとラテンアメリカ向けに取引、決済サービスを提供するとしています。また USDC のサークルが、こちらもラテンアメリカで最大級の投資銀行 BTG パクチュアルと提携と、ブラジルでの USDC の展開を目指しています。また PayPal の PYUSD がソラナチェーン上に上陸しています。PYUSD のシェア拡大が期待されてますね。決済ステーブル市場の拡大は仮想通貨市場にとってもプラスになると思いますんで、その後の展開に注目ですね。あとここからはアルト関連になります。リップル社が米国の政治活動委員会と言われているフェアシェイク社に2500万ドルを寄付したのが話題になっています。今回の米国選挙で仮想通貨支持派の候補者を支援するための寄付とされています。ガーリングハウスはですね、リップル社によるフェアシェイクへの最新の2500万ドルの寄付は、金融の未来である暗号通貨とブロックチェーン技術の進歩と採用の必然的な進展への投資であり、後ろ向きな政治家に対する失敗した政策は容認されないというメッセージでもありますと X に投稿しています。XRP の価格0.52ドル、BTC 建てはプラス 1.0%、時価総価8位ですね。米大統領選の波に乗って XRP をまた上へ迎えるのか注目ですね。あとは OpenAI のサム・アルトマンとアルゼンチンの大統領ミレイ氏が会談したのも話題になっています。ワールドコインへの投資についても議論がされたとのことで注目されてますね。ワールドコインは各国への規制に対応するために SMPC システムを発表したりしてましたけども、その後も規制は解除されずに厳しい展開なのかなと思ったんですが、それぞれが個別で話題になってたサム・アルトマンとアルゼンチン大統領ミレイ氏のコラボで、個人的には割と大きなファンダなんじゃないかなと思います。ワールドの価格は現在5ドル、BTC 建てはプラス 5.6%、時価総価91位ですね。他が調整に入る中強く伸びてます。長期でもそこを守ってますが、ここから反転できるのか注目ですね。あとは Z カジノ事件の続報になります。Z カジノ側が資金変換の請求ポータルを開いてます。1対1の比率でイーサをブリッジバックできると。ただし5月28日から5月31日までの72時間限定となっているようですね。盗んだくせにたった3日だけの期間限定っていうのが気になりますけど、これで少しでも被害者が救われればいいですね。Z カジノが今後どのような展開をするのかにも注目です。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。